超平らですか平らなんですよね。いわゆる騙し絵的なあれなんですかね。立体のあるものがそこに存在しているというふうにやっぱこう体感している、その体感の感覚がちょっと違いますよね。そうですね。あるとないことなんかこう狭間を行くようなことができるんじゃないかなって思っていて。今回のピックアップアーティストは美術家の吉野桃さんです。どうぞよろしくお願いします。吉野桃さんです。立体的な折り紙を描いた紙シリーズ、街の立体物に奥行きを描いた街の隙間シリーズの2つの系統の作品を制作し、錯覚を利用したオプアートの手法を使いながら、あるとないの間を絵画として提示しています。海外のアートフェアのほか、昨年には群馬県高崎市のアートプロジェクト高崎にてビルに巨大壁画を描くなどのプロジェクトにも参加されています。最近注目の若手アーティストです。これね、見てね、映像で見てる方はどう見えてるかわかんないですけど、超平らですからね。平らなんですよね。いわゆる騙し絵的なあれなんですかね。そのオプっていうのはどういう意味になるんですかね。オプはオプティカルの短縮形で視覚的なっていう意味ですね。いわゆるトリックアートみたいなああいうのがバーってあるじゃないですか。あれもいわゆるオプアートはオプアートと言われるものなんですか。オプアートとは呼ばれてないかもしれないです。なんかああいうのはなんかトリックアートって言っていて、トリックアートっていうのは和製英語らしくって、なんか結構その商標登録もされてるらしく、日本の中でなんか商業的にそういった絵を生産しようっていう。商業的にそれを生産していく。なるほどね、そうなんだ。この作品は折り紙をモチーフにしていて、この紙シリーズの作品は結構たくさん作っていて、いろんなパターンというか色とか形もいろいろあります。まずその折り紙で自分で形を折って、でそれをもとにまずパネルを作るっていう風にして、その上にアクリル絵の具で描いているっていう作品ですね。なるほど。この形にそもそも折った原型みたいなものが折り紙であるってことですか。はい、あります。ここの折り目とかもこれ作れるんですか。一応作れますね。でもこれも実際にまずは折ってるわけですもんね。結構でもやっぱ幾何学的な形にはしてますね。そうですね。なんでこういうことをやろうと思われたんですか。私の制作の中でなんか大きく分けると2つの系統があるんですけど、一つはこの紙シリーズ、でもう一つはなんか奥行きを描いたシリーズがあって、ラインが1本あると思うんですが、そこだけ描いた絵で、ここはもう普通のこういうタイル張りの床ですね。実際の床での上に絵をその奥行きがあるように見えるように描いた絵を切り取って、その実際のタイルの上に貼り付けているっていう。実際に描いてるわけではなくて、だからここが全部その描いたものを貼り付けた状態になっているという。私は絵画を拡張させていきたいというふうに思っていて、で絵の中に奥行きが生まれると、絵と周りのその環境がなんか干渉し合うような関係性になると思うんですね。で、その絵の中だけじゃなくて外側も作品になるといいますか、でそれはその絵が広がっていくっていうことなんじゃないかと思って、見る方をもなんか巻き込むみたいな、そういう作品を作りたいと思って、これは直接描いたような作品なんですけれど、こちらは結構小さい作品で、これだったらさも本当に今折られた紙じゃないけども、そういうものがここにポンって置かれてたりとか、ここに空間に穴が開いている風なそのものがここにあったりとかすることによって、枠っていうものがないから本当にその立体のあるものがそこに存在しているというふうにやっぱ体感してる、その体感の感覚がちょっと違いますよね。そうですね。なんか空間ってなんだろうって考えた時に、もう少しなんかその絵画と空間の関係性をなんか意味的につなげたいと思ったんですよね。大学院で古美術研究旅行っていうのがありまして、なんか奈良とか京都の古美術だったり、その寺院ですとかを見る機会がすごくあったっていうことと、あと同時にイギリスのロンドンに交換留学で、短期なんですが4ヶ月ぐらい行ったことがありまして、2つの経験を通してなんかその日本的な空間みたいなものについてすごく考えるようになったんですよね。
イギリスってすごい建物がレンガとか石とかでできてるのがすごく多くって、でなんかこうやっぱりドーンと立っていて、なんかシンメトリーでこう硬いみたいなのがあったんですけど、その日本的な空間ってすごい柔らかくって、でよくよく考えてみたらやっぱりもともと地震が多いので、その上に立つ建物はなんか自分が揺れることによって揺れを吸収するっていうことがあると思うんですけど、なんかそれがこう文化的な根底にそれがあるような気がして、例えばなんかこう和室の使い方とかもなんかちゃぶ台を置けばこうリビングになるし、なんか布団を敷いたらベッドルームになるしみたいなことですとか、風呂敷とかもなんかそのサイズに合わせてもどうとでもなるね。あれ用途の多様さをいろんな何百種類もあるって言いますもんね。でそうやって考えてきた時に、その折り紙もただのシンプルな平面なんだけれども、それをこういろんな形にすることによって形を作ることができるじゃないですか。でそこにその日本的な空間性っていうのがすごい現れていると思って、それで折り紙を使ってみようって思ったんですよね。なるほど。でちなみにこちらの作品は、なんか雷の形のように折り紙を自分で折っていて、紙シリーズの中ではなんて言うんでしょう、なんかその精神性みたいなものを込めたいと思っていて、なんかこういうふうにその立体的に描くことによって、なんかここにはそのあるように見えるけれどもないですとか、なんかこうあるように見えるですとか、そういうそのあるとないことなんかこう狭間を行くようなことができるんじゃないかなって思っていて、その古来からいろんな自然に対してなんか信仰があったと思うんですけど、で雷もそうだと思うんですけど、なんかそういうそのなんか見えないんだけれどもそこに何かあるような気がするみたいな、そういう存在をこの作品によってちょっとこう醸し出したいっていう思いがありまして、そういう部分もいわゆる文脈に込めているということですね。そうですね。私なりにちょっと気になっているというかこういう評価をしているっていうところでお話しすると、現代アートの歴史の中にルーチョ・フォンタナという作家がいて、当時それまでブロンズの彫刻がとってもこうアート芸術作品としてもてはやされていた、評価が高かった。でその後にキャンバスの作品がやたらとこうそればっかりが評価されるっていう時代が続いていて、彼はキャンバスばっかり最近もてはやされるぞと。でキャンバスの作品を彼自身もずっと描いてて、それは評価されてたんですけれども、これ立体にしたらあなたたちどう評価するのっていうので、彼はキャンバスを切り裂いて立体作品にすることであれは問いを投げかけたという作品なんですね。キャンバス自身もめくれ上がるし、その奥行きも見えるから、見えるし、ブロンズが好きだった人から絵画が好きな人に移行してって、じゃあその次これはどうなのとその流れを最近この現代なりに組んでいるといいますか、お家に買うには立体作品はね、平面がみんな結局買うのは好きなんだよねとか、いろんなそういう時代背景の流行りとかそういったものがある中で、平面だけど立体に見えてとか平面ですけど何かなんかそういった受け手に対してそういったものをメッセージとして含まれている気がするのが、その流れの延長かなみたいなところで、私は面白く感じていたところなんですよね。これからその2つのシリーズというかを踏まえつつ、どういうふうにこう自分自身展開していきたいというか、やっていこうかみたいなイメージってありますか？ちょっとずつ作品をアップデートしながら、やっぱり、作家としては良い作品を作りたいっていう思いがすごくあるので、どういった作品が良い作品かは分からないけれども、それを目指して、今できる最高の良いは作っているけれども、なんかこうもっと良い作品も作りたいって思います。じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。吉野桃さんの作品はミートアートのオンラインショップで特別販売されますので、ぜひチェックしてください。お願いします。吉野桃さんでした。